どうも、スマッシュログ TV です。お願いします。お願いします。今回は、ジュニアコーチが普段コーチング企画などを通じて、よくあるなと感じる NG 行動を6つご紹介していただきます。今回ね、NG 行動の紹介と、あとは改善方法についてもレクチャーいただきますので、最後までぜひご覧ください。これね、NG 行動するとピピーって言われちゃうんで、皆さん気をつけてくださいね。でそれでは、1つ目から紹介していきましょう。はい、わかりました。まず1つ目はですね、ヘッドショットラインについてですね。NG 行動から先に行きますか。よくあるのがですね、こう B サイトが上がっていった時に、こうなっちゃう。敵の足とか胴体にエイムが合っちゃってる状態なんですよね。これが良くないんですね。これをヘッドショットラインを意識すると、ここにエイムが合ってて、壁から出た瞬間にもすでにヘッドショットのラインにエイムが合ってると。なので、あとは水平エイムをするだけで、敵のヘッドショットに球が当たるっていう。これがヘッドショットラインの意識になりますね。これがね、できてない人ね、非常に多いです。やっぱりね、この頭のラインを置いておくだけで、マウスの移動距離がね、短くなるっていうのがいいですね。そうなんですよね。本当に壁から出た瞬間に大体もう決着ついてるんで、これは結構基本的なテクニックの一つになりますね。ヘッドショットラインを覚える上で、ここ気にしておくといいよっていう目印ってありますか？そうですね。まず、マップのオブジェクトをこうやって見ると、結構ヘッドショットラインのオブジェクトって多いんですよね。例えばその木箱とか、この木箱1個分が人間の身長1個分なんで、左側のこの木箱、これも身長1個分なんで、このラインを覚えとけば、左の円もクリアリングできるとか、あとダブルドアとかちょっと来てもらうと、このダブルドアもこれちょうど、この身長1個分なんですよね。このダブルドアの線が。なんで最初始まる時とかもこの線目印にしてこの線のちょっと下にエイムを置いとくとヘッドショット入るので、ここにエイム合わせながらこうやっていくだけでダブルドアのヘッドショットラインもこうやってほら全部合わせられるので、こういうなんかマップのオブジェクトとかの目印をどんどん覚えていくとヘッドショットラインは割と合わせやすいのかなっていうところですね。で難しいのはこの高低差がある時ですよね。これね、高低差ある時はこれはですね、もう本当にこれ練習しかないですね。正直これ覚えるもんじゃないんで、高低差手前にいる場合もあるしね。そう、手前いるのか奥いるのかで全然ヘッドショットライン変わるんで、これに関しては割と本当に慣れですね。正直これは本当にデスマッチとかで歩き回りながら目印探しながらやるといいのかなっていうのが一つありますね。はい。続いて、はい、じゃあ2番目、これはですね、リコイルコントロールですね。よくある NG なリコイル。例えば敵のヘッドショットここにあって、敵見つけた時に、こうやって3点バーストしたりとか、あと5点バーストだったら、こういう5点バーストになっちゃったりとか、ちょっと下手くそすぎるな。っていう感じで、敵のこの上に行っちゃうリコイルパターン、リコイルコントロールができない人が多いんですよ。3点バーストとか5点バーストのリコイル特に大事で、初段を当てるゲームなんで、こう3点とか5点をしっかり同じ場所に球を集団させるっていうのが大事なんで、練習方法といたしましては、これいくつか練習方法あるんですけど、前回のクロスセアの話で補助輪の話をしたじゃないですか。11130のクロスセアなんですけど、これって、10発目がここに集まるよっていうものなんですよね。そうですね、そうですね。振ろうとした時に、そう、これ5点バースト用とかじゃないんですよ、これ。なんで、これをですね、1115とかにしちゃうとかっていう練習方法ですね。これにして5点バーストだけひたすら練習する、こうやって。指に覚え込ませるって感じですね。これをですね、ひたすら壁に打ち込んで、もうどんどん壁で、もう射撃練習でどんどん壁に練習してください。これをまず同じところに当てれるようにする。で少なくともこれ大事なんですけど、この5点バストのこの上にミスらない。上にやっちゃうとヘッドショットの上に行っちゃってゼロダメージになっちゃうんですよ。なんでできる限りミスるんだったら下の方向にミスってほしいっていう感じですね。下の方向にミスれば少なくとも胴体には入るので、やっぱりね、練習してもらう。ややランダム性は出るので多少の差はしょうがないとはいえ。そうですね。でこの時ある程度できたなって思うじゃないですか。この時最終テストハンター試験の方法あるんですよ、これね、スモークを投げて指の感覚だけでリコイルをするっていう方法ですね。これで壁にこうやって5点バーストしてでスモークを晴れてチェックするみたいな。これをねちょっとねハンター試験としてね取り入れてほしいです。確かにこれいいですね。そうなんですよ。初めてジェットがいいなと思いました。これね、ちなみにこれハードモードあるんですけど、ハードモードはこの近距離にスモーク投げるともっと分かんなくなるんですよ、これ。分かんないわ。これできればもうどこでも指の感覚だけでリコイルできるっていうことになりますので、これできたらもう合格で、ちょっとこれができるまでちょっとね苦行ですけど練習してほしいですね。これいいですね。そう、これができたら次10点バースト練習してほしいかなって感じですね。これはちょっと誰にも知られたくないな。誰にも知られたくないこれできるだけで正面の試合の勝率もう全く変わると思うんで。
続いていきましょうか。3つ目。はい、3つ目はですね、壁から顔を出すときに斜め移動で出ちゃう病ですね。これね。これはね、非常に良くないです。これ何が良くないかっていうと、まずストッピングがしづらいっていうところが一つと、あと壁から出るときに相手から若干止まってるように見えるんですよね、斜め移動だと。移動距離がね短いからね。そうなんですよ。なのでこれを正しくやる方法は、敵と索敵しそうな場所は真横移動だけで移動して戦うっていう、これが一番強い覗き方なんですよね。これ全然当てやすさが全然違うと思うんですよ。この遅さとこの横から出る速さ、全然違うと思うんですよ。でなおかつ当てやすいんですよね、こっちからピークする側も。真横移動してるだけなんで、斜め移動よりかは慣れたら当てやすい。これ結構ねやりがちというか、初心者の方によく見受けられる壁からの出方です。当てやすいもんな。これの練習方法は、ちょっと俺あんまり思いつかないんですけど本当にマップ知識ですよね、多分これは、敵がよくいる場所って決まってるんで、そういうのをどんどん覚えてって、そういうところはちゃんと横移動で出るように気をつけていくっていう。僕もやりがちなんですけど、この斜め移動っていうよりは横移動してるけど、見えてる人からすると斜め移動に見えるっていう、この角度とここだったらこの横移動がこの横移動なんですけど、窓から見てる人からすると後ろ斜め移動になってるから、ほぼなるほどなるほど、こうなってる場合があったりするんで、結構メインウェポンを持ってる時はなるべくね横移動の方が、横移動だけで敵と戦う、これがパーフェクトプレイになりますね。ありがとうございます。続いて、はい、次4番目はですね、これプリエイムですね。出たプリエイム。これが一番重要というか、一番これを極めたらプロになれるという言われてる技ですね。これ難しいんですよ。いや、そうなんですよね。じゃあ NG からいきますね。はい。プリエイムができてない人がよくあるのが、こうですね。こう敵をこう見つけたときに、敵に対してエイムが合ってない状態、これを合わせること、これをプリエイムって言います。あらかじめエイムをしとくみたいな。これを正しくプリエイムすると、あらかじめ壁から出る前からあらかじめエイム合わしといて、やべえ、壁抜けた。ありましたね今の。エイムが合いすぎちゃった。エイムが合いすぎて壁抜け倒しちゃった。エイム合わしといて、はい、エイム合わしといて、で壁から出たらもうなんかエイムが合ってるみたいなね。例えばこれヘブンだったら A ロングプリエイム重要になってくるシーンなんですけど、そうですね、これあらかじめプリエイムができてる人だと、開幕始まった瞬間にもうエイムを合わしといて、壁から出た瞬間にもエイムが合ってるみたいな。ちょっとこれだけずれちゃいます。人間3個分ずれちゃったけど、これプロになればなるほど合ってるんですよね、壁から出た瞬間。だから最初に言ったようにプリエイムって極めたらプロになれるレベルで重要なんですよね。でこれ大事なのは、敵がよくいる場所って角と角なんですよね。道のど真ん中には敵いないんで、角と角に、敵よくいるんで、そこにプリエイム意識して顔から壁出すように意識する。でこれでどんどん練習していくしかないんですよね、これ結構割と。だからプロはオフアングルっていうのは機能するんですよね。そうですね、プリエイムの意表をついたのがオフアングル、道のど真ん中に突っ立ってるのがオフアングル。そうそこもプリエイムしないんで、結局プリエイムってここら辺もうヘブンとかこうやってプリエイムしてるんで、ここにいられたらもう全然合ってないんですよね。だからオフアングルっていうのが強くなってくるんですけど、プリエイムの練習方法は本当にかもしれない運転で、敵がここにいるかもしれないでどんどん予測して壁越しにエイムしてって、壁から出る時にもエイムを一応合わせておくっていうそうですね感じで、もう地道に練習するしかないですね、プリエイムに関しては。割とそのプリエイムの綺麗さでいうと本当にラズ選手は別格ですね。そうですね、ラズさんはめちゃくちゃ研究してるんで、プリエイム確かにラズさんのプレイ見るといいかもしれないですね。こうやってるんだみたいな。続いて、はい、5番目ですね。5番目はですね、リロード癖の話、リロード癖って何かっていうと、敵を倒した時に5発とか10発しか撃ってないのにすぐリロードしちゃう人いるんですよね。これがすごくもったいないなっていう話で、敵倒した瞬間ってまだ敵いるかもしれないんですよね。てか上手い敵は味方が倒された瞬間にカバーでもう一回顔出してくるんですよ、2人目がトレードキルしようとして。なんで敵倒した瞬間すぐリロードしちゃいけないんですよね。かもしれない、出てくるかもしれないんで。これ結構初心者やりがちなんですよね、リロード癖っていうやつが。なんで、自分の中でもう一人やれるなっていう球数を認識してほしいんですよね。例えばこれファントムとかだったら別にね、残り10発あれば敵倒せるんですよ。デスマッチって弾10発も使わないですよね、敵と出会った時に。そうですね、ほとんど使わないですね。そうなんならバンダルだったら5発でも敵倒せますよね、ヘッドショット当てればいいだけなんで。そうですね、我々も実況解説してて、たまたまリジェクトのノリセン選手がここにいて残り5発で敵倒すっていうシーンもあったんで、
まさにそうですよね。ヘッドショット当てれば絶対倒せるんで、もう5発あれば十分。なんなら胴体4発でね。まあそうそう、それでも全然いいですし。うんなんで、まあ、そんだけの弾数残ってれば全然もう一人倒せるので、リロードはだから安全になったシチュエーション、落ち着いたらリロードすればいいっていうだけなんで、まあ、すぐにリロードするのはやめましょうっていう話が一つあります。そうですね。で、もう一個大事なのは、これ、リロードするときに音が敵に聞こえるっていうことをね、あんまりね、知らない人が多いんですよ。そうですよ。がっつり聞こえますからね。そう、左上のミニマップ見ると分かるんですけど、リロードした時に白い円が出るの分かります？はい。敵に聞こえる範囲がこれなんですよ。このゲームの親切設計で、この白い円。それを知らずにリロードしちゃって敵に位置バラすっていうのがね、結構あるんですよ。うん。例えば、ここでさ、リロードになったらもう終わりじゃないですか。もうバーって走ってきて。そう、終わりですよね。これね、やっちゃう人いるんですよ、この仕様知らなくて。だから本当に、敵倒して、残り20発だったらもうリロードはできないと判断して、もう残り20発で待ち構えるっていうね。そうですね。だからこの仕様はね、マジ覚えておいてください。今日はこれだけ覚えてね、帰ってください。だからラッシュしようと思って失敗して、うわ、弾ないからリロードしようってなって、カチャンって音がすげえ外で聞こえると、あ、下がったんだなとか。あ、そう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 、このリロードも移動してるんですよね、これね、よく見ると。そう。移動しながら音出してるんで、敵に進行方向バレるんですよ、これ普通に。ちょっと遠くなってんな、みたいな。そう。マジ自分の音出してるよっていうのは覚えておいた方がいいですね、ゲームの仕様として。そうですね。続いていきましょうか。はい、最後になるんですけど、6番目はですね、ミニマップとスキルの確認をしていない、見るべきタイミングでしていない問題難しいですね、ここはね。あります。これね、具体的な NG でよくあるシーンとしては、守りの時によくあるんですけど、例えばこれ A サイト守ってる時に C サイト攻められて味方がどんどんやられてますっていうシーンで C サイトにこう走って寄るシーンあるじゃないですか。はい。この時にミニマップを見てないせいで、どこまで味方がいるかとかが分かってないで、リテイクを始めちゃうみたいな時がね、結構見受けられるんですよ、初心者の方に。で、やってほしいのは、敵が絶対いないって分かってる安全の時に、ミニマップを見て、味方がどこまで取られてるのかとか、敵の赤点がどこについてるのかとか、あと、自分のスキルの残りの残量を、ここでナイフ構えて移動してる時に見てほしいんですよね。例えば、C リテイクの時にガレージが敵に取られてるか取られてないかって結構大事じゃないですか。大事ですね。そこの判断をもう CT ベース走ってる時に判断しちゃえばいいんですよ。もう。じゃあガレージ取るために俺がスキル回さないといけないなとか、このスキル余ってるからガレージ取るためにこのスキル入れてあげるっていう動きの判断がもう決められるんですよね、CT ベースの時点で。それをあらかじめやっとけばもうスムーズにどんどんリテイクとかを開始できるので、安全の時にミニマップと自分のスキルの残量をガン見してこれからやる動きを決めとくっていうテクニックですね。確かにその寄るときにね、この C サイトの裏に一人残ってくれてるなとか、頑張って耐えてるなとか、そういうところも考えたり、なんなら何人エージェントハテナが見えてるかとかでも、裏取りのガレージとか、こういうところの警戒が薄れますからね。そうなんですよね。本当にいろんな情報も取れるんで、ミニマップ見るだけで。で、それが安全な時に一つ見てほしいっていう。どのぐらいの頻度で見る必要がありますか？例えば今のは、ローテーションでこう寄るときに、見ろという話だったと思うんですけど、ランクマッチでちょっと想定して考えると、ランクマッチって VC があんまりないじゃないですか。キルログとか銃声が鳴った時にミニマップチラ見するのがおすすめですね。銃声が鳴った時っていうのは、誰かが敵を見つけた時とか、味方が撃たれてる時に銃声って鳴るもんなんで、赤点が映ってることが多いんですよね。で、それで敵が何のエージェントがいるのかとか、何人いるのかとか、割とわかるんで、銃声が鳴った時に一回ミニマップチラ見する。これはね、一つおすすめ。あとは、スモークを抜ける時とかもそうですね。スモーク抜ける前って結構安全じゃないですか。はい、スモーク抜ける前に1回ミニマップチラ見して、なんか新しい情報とかないか、味方が誰か敵見つけててサイト攻める前に赤点がもうすでに映ってる時とかってあるんで、はい、まとめるとキルログとスモーク抜ける時とかにミニマップ見るといいと思いますね。本当に足音どのぐらい立ってるっていうのも少しマップ見る必要もありますし、いろいろマップを見て参考になるものはたくさんあると思うので、ぜひともそちらを見ながら、皆さんにはいろいろ戦っていただきたいなと思ってます。ということで、今回は初心者にありがちな NG コードについて教えていただきました。
今回でですね、ジュニアさんをゲストにお迎えした動画は以上になりますけれども、何か告知などあればお願いします。まあそうですね。まあ配信で、まあ日頃から今のようなその初心者に物を上から目線で教えるみたいなコーチングシリーズっていうのやってますので、まあ配信でぜひね、見に来てください。はい、ありがとうございます。ぜひね、ジュニアさんの配信とか、下の方に概要とかに書いてありますので、そちらから飛んでください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さよなら。